ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA のアイデア商品、発想が天才だなぁと思う商品を紹介します。昨年に IKEA のアイデア商品を紹介した動画は80万再生を超えました。今回も皆さんがなるほどと驚くような商品を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。 IKEA って全ての商品を自社でデザインしているので、他にはないユニークなアイデア商品がたくさんあります。はい、それでは早速行ってみましょう。まずはスライド式のフックを紹介します。こちらは IKEA のクローゼットシステム用のパーツなんですけども、このようなフックでして、これがスライドレールとセットになって売っています。こちらは隙間に設置することで引き出せる収納として大活躍します。もちろんクローゼットの中に設置するのが本来の使い方で、それも便利なんですけども、別にどこでも壁に設置すること、壁とか家具に設置することが可能なので、 SNS では冷蔵庫と壁の隙間に設置していらっしゃる方もいます。私は今回洗濯機の横の隙間に設置してみました。この隙間ですね。でいきなり完成形をお見せしますけども、こうなりまして、すっごくスムーズです。私は設置はネジで行ったんですけども、とはいえネジの大きな穴が開くには不安があるので、修復しやすいようにこのように壁紙をこの字型にカットしてめくって、その下に穴を開けました。私が設置したい場所は石膏ボードで下地がなかったので、こちらの商品を使いました。これはすごく便利で、石膏ボード用のアンカーのようになってビチッとネジを設置できます。2箇所ネジで設置して、このフック自体をレールに設置したら完成です。意外と簡単でした。本体の大きさもあるので、7センチぐらいの隙間はないと設置できないと思います。7センチ以上の隙間に設置できます。私はあえて引き出した時にちょっと飛び出るようにしました。奥にはアルコールとアルカリのスプレーをボトルでかけてまして、手前にはマキタの掃除機を引っ掛けました。ちょうど洗濯機の横にコンセントがあるので、ここならそのまま充電もできますし便利です。で手前に少し飛び出るようにした理由はですね、軽く物干ししたい時に使えるなと思ってこのようにしました。また高さは洗濯機とだいたい合わせましたので、見た目もすっきりして満足しています。しかもこちらの商品なんですけども、スチール製ですごくしっかりしているにもかかわらず1500円で買えるんですよ。すごいお安いなと思いました。賃貸の方で石膏ボード用のピンで設置したいって方もいると思うんですけど、試してないんですけど、頭が小さくないとレールと干渉しちゃうかなっていう気はしますね。続きましては、最近買ったものの中で個人的大ヒットの商品なんですけども、こちらの新しい使い方を紹介したいと思います。そもそもスマホスタンドとペン立てがセットになったものなんですけども、私はこのようにメモ帳を立てるのに使ってます。トゥードゥーリストを書いてチェックするのにとても便利です。新しい使い方っていうのがですね、こちら SNS で話題になってるんですけども、キッチンで使うんですよ。わかりますか？これ何に使うか。もうお気づきになられましたでしょうか？そうなんです。鍋蓋を立てるのに使うっていうアイデアです。また後ろのペン立て部分にはお玉を立てるということです。ベージュでとても見た目が可愛らしいのでおしゃれですよね。またこの商品自体が199円ととってもお手頃なのも特徴です。ただこちらの商品はペーパーボード製なので洗えないんじゃないかなってちょっと危惧しております。こんな使い方もあるんだっていう紹介でした。同じシリーズのケーブルオーガナイザーも発想が天才だなと思う商品でして、一般的なケーブルボックスと違ってデザイン性があって可愛いのが特徴です。ケーブルボックスって白くて壁になじまそうっていう商品が多い中、これはね本当に発想が逆転してて面白い商品だなと思います。で中はしっかり大きさありますし、穴も大きいのでとても機能的で使い勝手もいい商品です。続きましては、旅行に行く時にカバンに忍ばせておきたいものなんですけども、こちらの物干しです。でこちらは一緒にいつも入れている洗剤です。旅先でちょっとホテルで下着とかだけ洗うのにとても便利です。
こんなぺったんこなんですけども、ちゃんと挟むことができます。普通ピンチってちょっとね立体的じゃないですか。なのでこれは本当に大発明だと思います。なんとお値段69円です。今売っているものはもっと薄いグリーンで売っています。ホテルにもハンガーありますけど、靴下とかって意外と干しにくかったりするので、これは本当に重宝しています。こちらは IKEA のグラドムという人気のサイドテーブルなんですけども、考えた人天才やんっていう使い方がありまして、トレイを下に置くんですよ。それで上にはですね、これまた IKEA で売ってるトレイなんですけども、ぴったり合わすことができます。結構可愛くないですか？こうすることで下の段も収納として棚として使うことができます。こちらのグラドムは3000円というお手頃価格で買えるサイドテーブルなんですよね。本当 IKEA のサイドテーブルコスパいいですよね。グラドムお持ちの方もお持ちでない方にもぜひ試していただきたいアレンジでした。続きましては電池式のキャンドルを紹介します。数年前にもキャンドル購入してるんですけども、新しいのを買ってみました。こちら大進化をしているんですね。今私が手に持ってるのは、古い方のキャンドルで、それはね単4電池だったんですね。ただ今回新しく購入したものは単3電池仕様になっていますので注意が必要です。3本セットのものも売っています。私は今回1本だけのものを買ってきました。ちなみに充電式の電池も IKEA で購入してきました。こちら最近価格が値下がりしまして699円になりました。ポイントとしてはメイドインジャパンであることです。充電式乾電池は IKEA で買うのがおすすめです。なかなかね699円で日本製の充電式乾電池買えませんからね。充電式乾電池を使うことで電池が切れてもここから直接充電することが可能となっています。で後ろ側にスイッチがありまして、オフと 6H とあと手のマークが書かれています。これ肉眼だと私もう全然見えなかったんですけど、老眼ですかね。カメラ越しだとねはっきり見えるんですけどね。ちょっと暗い部屋に移動して撮影してみます。灯った状態はこんな感じで、本当にね炎みたいにこう優しくね、こうなんていうんですかね、ふわんふわんって光るんですよ。でまたこの手のマークのがすごくって、センサーで消すことができるんですよ。オンオフがねセンサーでできます。だからね寝転がっててちょっとそろそろ寝ようかなって時にもうさって手でかざすだけで消すことができます。これ結構すごいですよね。はい、で充電をしてみようと思ったんですけども、なんとタイプ C はさせなくってこちらねタイプ B でした。 EU でタイプ C に統一しよう法律がね発表されてたので油断してましたね。ちょっと前に出た商品ですからね。 IKEA で最近出たこちらのポータブルライトはですねちゃんとタイプ C になっています。こちらも同じく充電式乾電池を使えばここに挿して充電ができるというものになっています。がっつり夜に撮影してみました。この炎のこう揺らめきのような光り方伝わりますでしょうか。 6H に設定すると6時間後に自動で消えて、また24時間後に点灯するという仕組みになっています。お値段もお手頃価格でいいですよね。次に紹介したいのがこちらのドアハンガーです。1つ目に紹介したフックと非常に似てますけども、こちらはドアに引っ掛けて使うフックです。ワンコインで買えます。スチール製ですごく頑丈な作りになっています。デザインもいいですよね。ただこう手が届かないことないですか。ドアってすごい高い位置にあったりするじゃないですか。そこでこちらの商品を組み合わせて使ってみます。こちらも SNS で結構話題になってた使い方なんですけども、こちらはもともとポストカードなどを飾るためのメモボードです。可愛い金色のクリップもセットでついています。こちらは最近値下げが行われまして1500円で売っています。しかもね下はフック状になってるんですよ。で下がねこうかけただけだとバタつくんで、ひっつき虫という、国用の、粘土みたいなものを、角にくっつけて、ドアに固定します。このドアは難度のドアです。下の2隅に先ほどの粘土をくっつけまして、これが結構いい感じに安定しました。こ
ちらにフックなどを追加しまして、このように掃除道具を引っ掛けてみました。別に何度じゃなくてもすごい使えるなと思いました。このように同じように引っ掛けて設置しまして、今ねドア開け閉めしてもブレないよっていうのを見せていました。子供も届きやすい位置ですので、帽子をかけたりですとか、カバンをさっとかける位置にしたり、非常に便利です。ちゃんとドアを開けても干渉しません。続きましては IKEA の新商品ですごいものが出ました。こちらはドアの開閉センサーです。スマート電球も一緒に購入しました。要はこういうことでドアが開いたら点灯するっていうことができるんですよ。すごい便利ですよね。このセンサー自体は電池が必要です。電池は別売りとなっています。単4電池1本使います。このような2ピースになっています。両面テープがくっついてます。私は難度に使いたいので、難度の電球をこのスマート電球に取り替えました。こちらの電球は999円のものを購入しました。今同期を行いました。これだけで簡単です。こんな簡単に設定できて、この通信速度っていうんですかね、本当にすぐにセンサー自体が離れると電気がオンになりました。そしてこの2つのパーツが近づくとオフになります。自動でオンになって消し忘れもなくてとても便利です。ウォークインクローゼットなどにもいいんじゃないでしょうか。もうしょっちゅうね、難度の電気がねつけっぱなしだったんですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントいただけるとすごく嬉しいです。